私の名前は山下康明です。66年前に長崎市で生まれました。被爆したのは 2.5km のところです。現在はサンミゲル・デ・アジェンデ西に住んでいます。そこで陶器と絵をやっています。ここが私の家ですから。私が原爆にあったのは私が6歳の時だったんですけど、その日のことはまずもう写真を見るように覚えてます。6歳の時でしたから、毎日夏休み中は近くの山へ、セミ狩りやとかトンボ狩りへ行ってたんですね。それでその日なぜだか僕は友達と一緒に山へ行かなかったんです。ちょうど11時前ぐらいの時に、母親は道端でお昼の支度をしてたんですね。で、私はそのそばで一人で遊んでてて、その時近くのおじさんが通りかかって、飛行機が飛んでるよっていう、何かあったらいけないからうちの中へ入ろうかって言って僕の手を取ってその台所の入り口のところへ入りかけたんです。その瞬間にものすごい爆発音が聞けて、それでその瞬間に母親は僕の体を床へ押し付けるように僕の体を上から守ってくれたんですね。その時にものすごいもうみんないろんなものが飛び散るようなその音がして、10分ぐらいしてから突然静かになったんですね。それで立ち上がってみると全てがもう飛び散ってしまってたんですね。それからその避難所にいる時に近所の友達が帰ってきて、それで一人の友達が背中にものすごい大やけどを受けて、でそれが原因で3日も経たなかったんじゃないですかね。水が湧いて亡くなったんですよ。でだからもし僕が彼らと行って一緒に行ってたら、ひょっとしたら僕もそういうふうなことになってたかもしれないんですけどね。それで食べるものがないし、おふくろが僕らを連れて田舎の方へ疎開したんですよ。でその時に第2次の僕らは被爆を受けたんですね。その被爆の中心地を通りましたから、いわゆるもう死体というか焼けただれた死体だとかっていうのもまだ焼却されないままにたくさん残ってましたから、本当にもうその瞬間のいわゆるイメージっていいますか、それはもう消せないものですね。毎日月曜日で、だいたい月曜日から金曜日まで仕事をやってるところですね。だいたい午前中だけですけどね、2時間から3時間ぐらいだいたい仕事してます。何十年メキシコへいてもなんか日本人の血っていうのは消えないもんだと思うんで、どうしても日本的な感じっていうか日本人の性格っていうのが必ず作品には出てくるんですね。みんなそう言うんですけども、僕としてはそんなに日本人の性格っていうか日本的なものを表そうとはしないんですけれども、高校を出てから長崎の原爆病院に勤めるようになって、そこで
毎日のように要するに被爆者に接してたわけですよね。私は事務関係ですけれども、例えば夜中に亡くなった人をすぐに解剖をやらないといけないわけです。だから夜中ですからほとんど手がないわけですね。だから事務の人でも解剖室に入ってでいろんな手伝いをやらないといけなかったわけですね。特にある一人の患者さんで白血病の人だったんですけども、その人へ僕はよく献血をやってたんですけど、その人の要するに体には斑点が現れるんです。そういうことを見ているうちに要するに自分自身がそういうふうなものになるんじゃないかという恐怖はいつもつきまとってましたね。ただそれだけじゃなくて結婚に対するプレッシャーもあったわけです。もし僕が結婚して子供にその症状が出たらね、僕はとてもじゃないけど生きていけないっていうようなものすごいそういう恐怖感があったんですね。でそれは毎日のように原爆病院で見てたそういうものが積み重なって僕の心の体の中でそういうふうに膨れ上がっていった。で僕はもう結婚というのは絶対やらないというふうに決めてたんです。それはその当時認められるものでなかったんですよね。要するに長崎市にいればもう嫌でもおでも要するにそういうふうな状況に置かれるわけですから、だからそこから離れてしまえば誰も死なないところへ行けば全くそういうことを話も聞かなくなるし、そういうことに出会うこともないんで自分の恐怖っていうのは薄れていくんじゃないかと思ったわけですよね。でどうしても一度はメキシコに行ってみたいと思ってたんです。それと同時にちょうどメキシコにオリンピックがあって、でそれに来る機会がチャンスがあったものですからやめるっていうことを口にして、それでもうそれを貫き通したんです。メキシコへ来た当時からだいたい革命記念塔のすぐそばに住んでたんですが、だからもうこの辺りはもう近所ですよね。だからこの今泊まってるマヤランドホテルも僕がメキシコへ来た日に泊まったホテルなんですよね。着いた夜に泊まったホテルなんですよ。オリンピックが終わってから僕は2年ぐらいはメキシコへ残って、それでスペイン語を勉強して日本へ帰ろうと思ってたんですけどね。でもその当時脱サラっていうのはもう全くもう将来希望の持てない人間でしたから、それじゃあメキシコへも残った方がいいかなと思って、じゃああと1年残ってみようかなっていうふうにずっと1年1年伸ばしてる間にもう今までになってしまったんですけどね。メキシコへ来てから2年目ぐらいに急性肺炎にかかったんですね。40度ぐらいの熱でうなされてたんですね。その時には長崎へ帰ろうかなと思いましたね。でももう帰ってもなんか自分は外国人みたいな気がするし、すぐにメキシコへ帰りたいと思います。僕は本当にもうメキシコへ来た時から最初に来た日からもうメキシコが好きでたまらなかったんですよね。いい友達に恵まれたっていうのが一番の大きな原因かもしれないですね、メキシコに残る。毎日午前中は陶器をやって午後は絵を描いてます。それで月曜日と水曜日には自分のうちの絵を描く場所で3人のアメリカ人1人メキシコ人2人の女性の人に墨絵を描いてます。
Sí, nada más en la Ciudad de México es uno. De ¿Y en Nagasaki. México? México creo que no hay nada más dos. Una persona que vive en Guadalajara es sobreviviente de Hiroshima. Yo soy de Nagasaki nada más única, soy único. 今まではもう3回ほど自分の体験を話してるんですけどね、ちょうど10年前にテク・デ・モンテレイっていう工業大学の有名な工業大学がモンテレイにあって、それの分校がケレタロ市にあるんですね。でそこから話があってそこで話をしたんですけどね。でその時にはもうちょうどね学生たちにものすごく興味があって、すごく講演が終わった後質問を受けたんですけどね、被爆者の一人としてそれを実際に目にして自分の体でそういうものを受けたものとして、確かに後の世代にも残していかないといけないものだと思うんですよ。というのは今現在核のいわゆる恐怖っていうのはどんどん増えていくばっかりですよね。ただ友達の間でもちょっとでもいいからねその話はするんですけども、本当にその話を真剣に聞く人っていうのは少ないですね。しかしその被爆にあった一人として恐怖っていうのはそんなに簡単には拭いきれないものなんですよね。私が感じる恐怖だとか心配事っていうのは全く別のことだとしか思ってくれないですね。だから難しいですね。とにかくその話を後の人たちに伝えていくっていうのは。Para mí, pues yo creo que cualquier expresión humana de sensibilidad y creatividad, pues es válida, ¿no? Y puede apreciarse desde diferentes puntos de vista, no nada más desde el punto de vista de la plástica, que su obra es muy agradable, muy agradable a la vista, y transmite una ternura y una tranquilidad de espíritu que se ve que él posee. 最近は少し書かなくなったんですけども、昔はずっと花だけを描いてたんです。それは僕のいわゆる子供の時のその原爆の体験の中で、いわゆる原爆が終わってその焼け野原になったところに春になって花が一面に咲き始めたんですね。でその印象が僕にはいまだに残ってるんです。自然っていうかな、それがもう僕の絵のテーマなんですね。私はね被爆者としてその美術家としてその悲劇を直接に描くんじゃなくて、いわゆる私がその悲劇の後野原が一面に花に埋め付けられたそのイメージ、いかに残酷な目にあっても自然というのは人間に恵みを与えてくれる、その平和さだとかその静かさだとか、そういうものをそのアピールすることによっていかにその原爆というようなその戦争というような悲劇がどんなにつまらないものかっていうのを私としては伝えていきたいんですね。二度とそういうことが起こらないように平和というものがそのいかに大切かということをその見てほしいんですね。絵を通じて感じてほしいんです。それを人に分かってもらえるのが私はもうとても幸せだと思います。